アブ・サイード・アル・フドリーは次のように伝えている。何人かの女性は、男性たちが彼の時間を奪っているので、預言者、彼に平安と祝福あれに自分たちのために一日を決めてほしいと頼んだ。それに対して彼は、宗教のレッスンと戒律のための一日を約束した。ある時、そのようなレッスン中に預言者はこう言った。3人の子供を亡くした女性は、その子供たちによって地獄の火から守られるだろう。それに対して、ある女性が、2人だけ死んだらどうですかと尋ねると、彼はこう答えた。2人でも、地獄の火から彼女を守ってくれるだろう。サヒーフ、アル、ブハーリー101。ハディースの説明。全能なるアッターは、苦しみに耐え忍ぶ人々に大いなる報奨を約束しています。このハディースで、預言者、アッターの祈りと平安あれは、子供を亡くした女性たちに、この苦しみから得られる大いなる報奨について吉報を伝えています。彼女たちは、預言者、アッターの祈りと平安あれに、説教と話をする日を自分たちのために割り当ててほしいと頼みました。彼女たちは、預言者に言いました。男たちは、あなたと一緒に座って、あなたの言葉を聞くことで、私たちを圧倒しました。つまり、という意味です。そこで預言者、アッターの祈りと平安あれは、彼女たちのために火を割り当て、説教し、苦しみに対する報奨について思い起こさせました。そして、夫を亡くした女性は、子供を失うことに耐えることはできないと告げました。彼女は生涯に3人の子供を授かりました。この苦しみは彼女にとって地獄からのベールであり障壁でした。ある女性は言いました。そしてもし彼女の子供のうち2人が死んだら、彼女には親戚が3人亡くなったような人がいますか？そこで彼は、神の祝福と平安あれ、こう言った。そして2人、つまり、彼女の生きている間に2人の子供が亡くなった場合、その苦しみは彼女が地獄に落ちるのを阻み、抑止することになる。アルブハーリーのアブ、フライラの伝承では、まだ思春期に達していない3人を意味していることが明確にされている。この判決は、罪人が罪を負わされる責任年齢に達していない者に限定されており、偽証年齢に達していない者に特化した判決である。なぜなら、親の心は老人よりも若者に対して慈悲深く、思いやりがあるからです。なぜなら、大人の大多数は親に逆らうことから逃れられないからです。判決は特に最初の3つに向けられたものでした。なぜなら、これら3つは多くの人の範疇に含まれるため、信者が苦難に遭い、その信仰心が苦難に耐えるほど強いとしても、苦難が繰り返されるため忍耐できないからです。したがって、繰り返し苦難に遭い、忍耐する者こそが、より大きな報酬を受けるにふさわしいのです。子供は、人が喜ぶ最大のものの一つであり、そのためなら自分の命を犠牲にしても構わないと思うほどです。これは人々や動物の間で知られていることです。したがって、アッターの死と、アッターの祝福と平安あれは、最大の苦難について語り、それに耐えることを促そうとしました。このハディースは女性に当てられたものであり、アブ、フライラ、アッターの祝福あれの権威によりアルブハーリーによって伝えられているように、一般的に全てのムスリムに当てられたものです。預言者、神の祝福と平安あれはこう言いました。イスラム教徒の子供が3人死んでも、誓いを果たさない限り、彼は地獄には入れません。これには女性と男性の両方が含まれます。ハディースにはこうあります。子供を失った人が忍耐強く、悪いことを言わなければ、その報いは大きい。また、そこにはこうあります。女性に宗教的な事柄について尋ねること。そこには、イスラム教徒の子供たちが天国にいるという証拠が含まれています。なぜなら、全能の神は、父親たちを慈悲深くし、彼らの子供たちに対する慈悲のおかげで彼らを天国に入れるからです。子供たちはほっと慈悲を受けるに値する。